東京裁判、パール判事が打ち立てた金字塔。皆様こんにちは。宇治原実です。日報元気に。日本人の美徳チャンネルです。大東亜戦争後、敗戦国日本を裁いた東京裁判が、いかに法を踏みにじり、戦勝国の身勝手な裁判であったのか、これを証明したのが、インドのパール判事です。東京裁判2年後。東京裁判最高責任者マッカーサー自身が、東京裁判は誤りであったと、トルーマン大統領に告白しました。また、キーナン主席検事やウェブ裁判長も、この裁判は法に準拠しない間違った裁判であった、と認める発言をしています。現在、名だたる世界の国際法学者で、東京裁判をまともに認める学者など一人もおりません。東京裁判後、パール判事は国際連合国際法委員会委員並びに委員長まで務めました。彼の正しさを世界が認めた証拠です。パール判事は法による正義の金字塔を打ち立てたのです。残念ながら、その認識が不足しているのは当の日本人です。本日は3つのポイントをお話しいたします。1、マッカーサーの東京裁判条例、その異常さ。2、パール判事が守ろうとしたもの。それは法の正義。3、パール博士が今も日本に語り続けること。愛するがゆえの厳しさです。ここからは、パール判事の日本無罪論、田中正明著、小学館からも引用させていただきます。1、東京裁判の不正は、マッカーサーの東京裁判条例から始まった。一つ目、東京裁判条例、チャーターの違法。国際法にもない罪名をもって起訴したり、戦勝国の裁判官だけで国際裁判を構成したり、自己法まで犯して日本の過去の戦争を裁いた。平和に対する罪、人道に対する罪です。勝手に侵略戦争の定義をしたり、その犯罪を個人にまで応募したりといった。この一連の不法行為は一体どのような名目によって行われたのか。それはマッカーサーが作った東京裁判条例、チャーターによるものである。法による統治と秩序の維持。これが法治国家です。しかしマッカーサーは私が法だと言っただけでなく実際に行ったのです。東京裁判条例を必要に応じて作り、復讐裁判を法の名のもとに実行したのです。やりたい放題の裁判でした。二つ目、判事の権限を縛る東京裁判条例。東京裁判を設置し、判事たちを任命したのは、連合国最高司令官、マッカーサー元帥である。彼が11カ国の判事を任命し、その判事たちに対して裁判条例によって行動せよと命令したのである。裁判官たちがその命令を受諾した以上、条例に従って裁判するのは当然であるというのである。パール博士はこれに対して、本官はどのように考えてみても、そのような見解に服することはできない。それはマッカーサーの私物裁判に過ぎないと言っています。公然と立てつきました。この勇気は法の正義を守る姿勢から生まれたものです。真理は恐れを取り除きます。三つ目、マッカーサーの独裁。戦勝国といえども立法、法律を作る権限はない。この博士の言葉は、マッカーサーにとってはこれ以上痛いことはない。あくまでも司法権は独立の存在でなくてはならない。私はおそらくは国際法及び慣例までも無視して、このような重大な権力をマッカーサー元帥があえて自己の手中に握るであろうとは瞬時も予想しなかったと述べている。11人の判事中、10人はマッカーサーの指示に従ったのです。東京裁判条例の違法性を疑問視することもありませんでした。ただ一人、パール判事は法の正義を貫くため、すべての判事の任命権を持つマッカーサーに立てついたのです。普通なら即刻クビになりますが、なぜクビにされなかったのでしょうか。それは、ただ一人、国際法の学位を持つ判事がパール判事ただ一人しかいなかったからです。国際法で裁くべき国際裁判で国際法の学位を持つ判事がいないとなると、後々批判の的になるというので、パール判事を読んだのに、そのパール判事が国際法にのっとって、この裁判は違法であると断言しても切れなかったのです。マッカーサーのジレンマがわかります。それで最後まで彼の主張を隠しました。マッカーサーの圧力にも屈しないパール判事の勇気と英知を称えます。2、パール判事が守ろうとしたもの。一つ目、それは法の正義です。時は朝鮮戦争真っ最中。幾十万の人権と命に関わる重大問題が国際法の正義と真理にのっとって裁くことができないとはどういうことか。戦争が犯罪であるというなら、今朝鮮で戦っている将軍をはじめ、トルーマン、スターリン、李承晩、金日成、毛沢東に至るまで、戦争犯罪人として裁くべきである。戦争が犯罪でないというなら、なぜ日本とドイツの指導者のみを裁いたのか。
東京裁判から4年後、羽田空港に降り立った博士は、出迎えの一人一人と握手し、待ち構えた記者団の会見室に臨みました。博士は開口一番こう言われました。この度の極東国際軍事裁判の最大の犠牲は、法の真理である。我々はこの法の真理を奪い返さなければならぬ。日本人が一番の犠牲者と言っておられません。二つ目、普遍的な法の真理が世界の共感を得ました。普遍的という言葉を辞書で引きますと、変わることがないという意味です。時代を経ても、環境が変わっても、外部から何らかの干渉を受けても変化しない様を示す。普遍的は行き渡っているという意味です。物事の本質が変わらず、広く行き渡っている状態を示します。変わらないという意味の普遍的と、広く行き渡っているという意味の普遍的とは似ています。普遍的な価値は世界中のあらゆる国、地域文化に共通して当てはまる価値。という意味で用い、古代から現代まで、そしておそらく未来永劫、時代が変わっても変わることがない価値観という意味で用います。法の真理とは何と深いことでしょうか。パール判事がよって立つのがここでした。ですから不動の精神で立ち向かったのです。三つ目、日本に同情したのではない。帝国ホテルにおいて、パール博士歓迎委員会主催の歓迎レセプションが開かれました。この席上ある弁護士が我が国に対するパール博士のご同情ある判決に対し深い感謝の意を表したいという意味で謝辞を述べました。すかさず博士は発言を求めて立ち上がり、私が日本に同情ある判決を下したというのは大きな誤解である。私は日本の同情者として判決したのではなく、またこれを裁いた欧米らの反対者として裁定を下したのでもない。真実を真実として認め、法の真理を適用したまでである。それ以上のものでも、それ以下のものでもない。誤解しないでいただきたい。と述べられた。この博士の高い見識に、列席者一同はますます畏敬の念を深くした。3、パール博士が今も日本に語り続けること。それは愛するがゆえの厳しさです。パール博士が東京裁判のため来日されたのが64歳。最後に来日されたのは80歳の時で、16年間も日本と深く関わってくださいました。最後の訪日には博士の長男プロサント・パール氏も随行しました。主治医からは命に関わると止められたのですが、人生の黄昏る時にぜひもう一目だけ日本を見たいと無理を押しての訪日でした。その時のご様子です。父はいつも I love Japan と言っておりました。もし日本が私に住むところを提供してくれるならば、私は日本に永住したいとさえ言っていました。日本を愛している。この日本に私は骨を埋めたい。それが父の再起の望みでした。翌年お亡くなりになりました。それより博士が日本に残された言葉は優しさに溢れていますが、時には重く厳しい、まさに愛の鞭です。いくつかご紹介いたします。一つ目、日本人よ日本に帰れ。未だにアメリカから与えられた憲法の下で日米安保条約に依存し、東京裁判士官という歪められた歴史観やアメリカなでされたものの見方や考え方が少しも治っていない。戦後77年経った現代の私たちに語られているようです。GHQ が追いつけた東京裁判士官から日本人は未だ抜け出すことができないでいます。日本は悪い国だと日本人自身が語り続け、教科書で子供たちに教え続けてきたのです。愛国心がそらすはずがありません。先の戦争では自分たちが守らなくて誰が守るのかと命を懸けて守ってくださった先人はこの様を何と思われるでしょうか。このグラフは各国の愛国心を表したものです。国のために戦いますかとの問いに、左ははい、右はいいえ。世界97カ国の中で日本人の配率は世界最低の 13% でした。若者ではなくなんと50歳以上の国防意識はガタ落ちでした。国防の意識低下は日本人の誇りの喪失に比例していると思われます。また、隣国の三国が核保有国となり、領海侵犯を繰り返し、頻繁にミサイルを撃ち込んでくるというのに、憲法改正は未だ手つかず、アメリカは当時とは全く変わり、自分の国は自分で守れと明言しています。ウクライナの惨状を目の当たりにしても、国防が国会の最大の争点にならないのです。この歯がゆさを博士は嘆きました。二つ目、法の真理を守る法律家になっていただきたい。パール判事は3度目の来日で1953年、69年前、大阪の弁護士会館で法律家を前に次のように訴えられました。私が皆さんにお話ししたいのは、この国の国際軍事裁判で提示された問題をもっと研究し、真に国際法を守る法律家になっていただきたい。
しかも、その直接の被害者は、あなた方日本人であり、日本国家です。それに、今の牢獄に、シベリアに不公正な裁判の犠牲者として、多くの同胞が繋がれ、その家族は悲嘆に暮れている。皆さんの兄弟や子孫は、犯罪者として烙印を押され、いわらなき罪悪に繋がれています。こうした中にあって、法律の番人であり、法律を守ることを職業とし、使命としている皆さんが、国際法の論争に無関心であるということは、私には信じられないことです。なぜ堂々と国際正義を樹立しようとしないのか。どうかプライドを持って、堂々とこの論争の中に加わっていただきたい。法の真理を守る法律家になっていただきたい。三つ目、子孫のため歴史を明確にせよ。パール博士は広島高裁における歓迎レセプションに臨まれて、次のように述べられました。1950年のイギリスの国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで理由も証拠もないと書いてある。ドイツのニュールンベルグにおいては裁判が終わって3ヶ月目に裁判の全容を明らかにし、判決理由とその内容を発表した。しかし、東京裁判は判決が終わって4年になるのに、その発表がない。他の判事は全員有罪と決定し、私一人は無罪と判定した。私はその無罪の理由と証拠を詳細に説明した。しかし、他の判事らは有罪の理由も根拠も何ら明らかにしていない。うやむやにしたままです。判決理由のない判決という異常さ。死刑判決を下し、理由を述べずに処刑したリンチです。要するに彼ら欧米は、日本が侵略戦争を行ったことを歴史に留めることによって、自らのアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の過去18年の全てを罪悪であると烙印し、罪の意識を日本人の心に植え付けることが目的であったに違いない。東京裁判の全貌が明らかにされない以上、後世の歴史家は何が真実か迷うでしょう。歴史を明確にする時が来ました。そのためには、東京裁判の全貌が明らかにされなくてはなりません。これが諸君の子孫に負うところの義務であります。自尊心と自国の名誉と誇りを失った民族は、兄弟国に迎合する卑屈な植民地民族に転落する。日本よ。日本人は連合国から与えられた戦犯の概念を頭から一掃せよ。しかしまだ東京裁判批判は盛り上がりません。パール判事の言葉で締めくくります。不当なる裁判の害毒は原子爆弾の被害よりも著しい。爆心地を一瞬にして焦土と化した原爆より、不当な東京裁判の影響は日本人に深く広く広がり続けています。被爆地広島や長崎は今後70年は人が住めないと言われました。焼夷弾に焼かれた日本の国土は焼け野原となりました。しかし、驚異の復興を果たし、日本経済は世界が驚くほど成長、世界第2、あるいは第3の経済大国になりました。しかし日本人の誇りは荒廃したままではないでしょうか。日本人が先人のように、アジアの人々の心を奮い立たせたように、日本の誇りを取り戻すことを博士は待っておられるように私は思います。皆様はいかがお感じになりましたか？それでは次回のご案内です。東京裁判とインドの裁判、独立したインドと独立できない日本です。チャンネル登録とよろしければ高評価ボタン、並びにご感想をいただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。日本を元気に。